逆にそっちから持っていくことってのはできるんでしょうか。その相手をなるべく軽くしようっていう風なその意識から自分の体も応じて自分の体が軽くなっていくとか。できない、まだできない。自分の中で本当に1回か2回しかないんだけど、俺が内田さんを上げてるんじゃなくて、内田さんが私を上げていってくれてるという感覚をね、4強で一度、さすがじゃないですか、一度だけ勝手に相手が上がっていっちゃって自分がついていってるような感覚で、4強の単元で、これまだ紹介してませんね、4強の単元方法でこうあるんですけども、通常皆さん一生懸命こう痛いとここうやって、いろいろこれそのうちまた別で説明すればあるんですけど、1回だけ、一度だけずっとそれから練習が思い出したらやってるんだけども、内田さんが上がって俺がそれに勝手についていっちゃってるみたいなことがあってね、今どうしたんですかって言うと、いやいや俺もわからない君は上がったから俺ついていったんだよみたいな感じで、そういうふうな状況ができるといいな、今それずっと稽古はしてるんですけど、これなかなかやっぱりこの部分が浮き身っていう技術ですよっていうところがなんか言いにくいというか伝わりにくいところ。そうですね、いろんなことやっていっぺんにやってるから大変かもしれませんけど、これアース、アースしてじゃあ力を後ろに流してますってやつですね。今アースしてるんで私の体はでもどかせられないんです。でそこでこの状態から自分がフリーになる、ずっと今重心が浮いたんで私が動き出すことができるんです。それも浮いているっていう。今のはもう具体的にここにアースするために下っ腹にしっかり溜めてた力、重心を今胸の方にスッとこう引き上げました。こう来て内田さんのこの力を当然踏ん張るところがあるから、内田さんの力を流すためにちょっと露骨オーバーにやると、いわゆる下っ腹ってよく言う丹田じゃないけど、下っ腹に受けてよいしょってそのまま尾骨じゃないや座骨を通して畳に流している状態です。でもこれやってると実は動けないのね。ここから動かそうとすると崩れてしまうんで、動くためにはやっぱ重心上げなきゃいけないんで、今下っ腹に下丹田に置いてる重心を中丹田に上げます。この状態だからちょっとこういうぐらいしかできないけど、それでも自分が動き出すことができる。今のは露骨に下丹田から中丹田に上げる、重心を上げるイメージ。これが浮き身ついていいのかどうかは分かりませんけども、やってますけど。意識の置き方みたいなところかなり大きく左右する。そうですね、もう意識してくださいとしか言いようがないですよね。何回か前にやったどこの筋肉をどう使いましょうっていうふうにもちょっと言えない、強いて筋肉で言えば腸腰筋って横隔膜につながってるから、やっぱこのお腹を使うと横隔膜が自動で働いて、横隔膜が働いて出せば胸の周りの筋肉がいろいろ使えるからですね、そういうこともあるのかもしれませんけど、意識してくださいとしか言いようがない。はい、千代さんいかがだったでしょうか。何も一つの考え方で表現するってことではなくて、考え方、やり方、それぞれあるけれど、総じて受け身っていうふうな技術なんだなっていうふうに感じました。はじめに内田さんが言われてたみたいに、やっぱりドタドタドタっと蹴ったり。そうですね、私も昔はもうベタベタ歩いてドタドタやって、で一歩で終わってしまってっていうふうなところが多々あったんで、初めは大体皆さんそうですね。普通はですね、そこをいつかないようにしていく、稽古していくしかないですね。ただなかなか具体的にこれを稽古してくださいっていうのがなかなかないのかなっていう気が。そうですね。もう
方に例えばですけどその電池投げで普通の方はこれはやっぱり積み落としってならんで下に落とそうとされますけど、私後ろに下がって逃げようとする人対策で最初はやってたんですけど、下にばっかり行かないで上に浮かしといてあげると、浮いたところをこっちで落とせばいいかなっていう、ちょっと電池投げでそういう電池投げも私の時間だったら例えばどんな電池投げしてもらってもいいよってひたすらこうしなくてここで浮かしてあげるのもこれも電池投げで電池投げの形をいつも言いますけど電池投げの形を変えて今浮きを練習している。普段のじゃあどの型を使っても逆に言えばできるというそうですね。意識はできるという。正面実況でこれをガーンと下に落とす一挙もあれば、これをふかふかしていく一挙もあるし、四方投げでこうガーッと相手を下にえぐっていくのもあれば、ここですっと浮かしていくのもありますし、これはもう段位が上がれば自由に。無条件それが個性だと思ってるんですね。そうですね。普段の稽古からいろいろと試してみるしかない。私もぜひちょっといつも言います。できれば私が思いも想像もしなかったようなやつをやっていただいたら私は嬉しいですよね。そうですね。自分の引き出しが増えるんで、それは考えたことなかったなとか、そうかそんな手があったのかみたいなのはぜひ知りたいと思います。はい。内田さんもなんかいいアイデア。はい、また報告にしに来ていただいて考えております。すみません、なんかちょっと今回はシナリオを作らずにというか、普段もシナリオって作ってないんですけど、作ってないです。説明がぐたぐたに言うわけじゃないですけど、大まかな流れすら使わなかったので、ちょっと見づらい言いづらいというかそうですね。難しい映像になってました。取り留めもない感じになりましたけど。きっと編集でうまくいってると思います。ということで、今回は浮き身についてでした。浮き身はまたいろんなところで出てくると思うので、そうですね。はい、特に武器剣の部分そうですね。はい、またテーマにしたいなと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければ高評価ボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。